どうも、今回こんなものを購入したので紹介したいと思います。これミルウォーキーの N18 フューエル 18V バッテリー仕様の充電式チップソーカッターになります。これが何するものかと一言で言うと、鉄を切断する電動工具になります。こういったちょっと鉄板を加工していろんなものを作っていくっていう、これから予定があるんで、これちょっと導入してみました。ちょっとこれ早速中開けてみたいと思います。こんなにごついケースに入ってきました。オープン。おお、きたこれ。やば。203ミリのブレードを搭載したチップソーカッターになります。一言で言うと鉄を切断する丸ノコみたいなイメージですね。で、これなんですけど、ここにあるこれ以前動画で紹介したアメリカのウィルトンっていうメーカーのバイスです。これアメリカから直輸入したものなんだけど、これもこれ同様海外の通販サイトから直輸入したものになります。なんでそこまでして欲しかったかというと、このミルウォーキーっていうブランドがですね、これアメリカのブランドなんだけど、これ本国の方だと 18V 界隈では最強なんじゃないかって言われてる、そういったチップソーカッターなんですよ。で、人によってはビーストって呼んでたり、そういった動画も結構出回ってて、前々からめちゃくちゃ気になってたんですよね。これで切断してあげられる鉄板の最大の厚み、これが 25mm だそうです。25mm ってめちゃくちゃ分厚いですからね。そういった怪物級の性能を誇るそういった代物になります。結構分厚い鉄板を切断していくんだけど、どうせなら最強の性能を誇るものが欲しいっていうんで、ちょっとこれにしてみたっていう、そういった経緯があります。ちょっとこれで早速いろいろ切断してみたいと思います。まずはこの単管、これを切ってみたいと思います。この 12A の一番容量の多いバッテリー、フル充電したやつ、これで切ってみます。ここが安全ロックですね。じゃあいきます。うわ。断面もめちゃくちゃ綺麗です。で、これぐらい切っただけではまだこのバッテリーのインジケーター1個も減ってないです。この切った後の鉄粉なんだけど、このレバー、これを外してあげると簡単に取り外せて、この中にたまるっていう、そういう仕様になってます。こんな感じで、切った鉄粉が溜めるケースもついてきます。この部分も樹脂とかじゃなくてちゃんとした金属のそういう素材でできてるんで、火花があまりにも出て溶けちゃうとか、そういう心配もないです。これまた取り付けるときははめてカチャッとやってあげれば、また使ってあげることができます。すごいなこれ。ちなみにですね、ここにもレバーがあって、これをやると開いてくれるんですよね、ここで。なので場合によっては切るときにこうして切ってあげたりとか、そういうこともできます。このレバーはこの刃を変えるときに刃の回転をストップさせてレンチで回すみたいな、そういう時に使うこういうレバーもついてます。この裏とかもめちゃくちゃしっかりしてますね。この握るところもしっかりして、握りやすいこういう滑り止めみたいなのもついてます。でここにレンチもついてますね。こういったブレードを変える時のレンチも付属してるんで、これもありがたいですね。すごいなこれ。ちょっといろいろ
他にもこれ切ってみますか。これちょっとこの厚みのある鉄板、これを切断してみましょう。これの厚みなんだけどもだいたい12ミリですね。 1.2 センチぐらいの厚みがある、この鉄板です。これ切れるって言えばもうなかなかですよ。GO!やばー、すげえ、一発だな。一回も止まることなく切断することができました。てかめっちゃ綺麗断面。いやこれすごくないですか。いやこれはちょっとびっくりだわ。うわこれすごい光り輝いてますね、断面が。この断面が綺麗なんでグラインダーかけてあげるにしても手間もすごい少なくて済みますよね。これプラズマで切ってあげることもできるんだけど、ここまで綺麗には多分切れないと思います。これ定規にしよう。これアメリカの YouTube のレビューとか見ててもですね、これナイフでバターを切ってるようだみたいな、そういう表現結構出てくるんだけど、本当ですね。すごいわ。しかも結構負荷かけても止まんないし、これ一回もこれ切断する時に止まってないですからね。ちなみにあんまり負荷かけすぎるとなんかここが光ってお知らせしてくれるっぽいんですけど、今回は出なかったですね。一応注意して見てたんだけど、あんま出なかったです。これも本当いいですね。うわめっちゃ出てきた。うわここゴミを捨てるのにも非常に集めやすいです。うわすげえなこれ。メンテもしやすいですね。はい、このブレードもすごいんだろうなこれ。これは間違いなくビーストだわ。これも簡単でいいですね。っていうかバッテリーがですね、まだ1しか減ってないです。粘り強いし、このバッテリー持ちもいいんじゃないかな。もうこれ切れれば文句ないな。ちょっと今わさび田を新規開拓しようと思ってて、こういった単管を切ったりだとか、しかもすごい量あるんですよ。そういった作業にもこれ使おうと思ってます。またその時は動画にしようと思うんですけど、これは非常に心強い。もうちょっと切ってみますか。次これスクラップから抽出したいろいろ金属の溶接する時とかに使うパーツ取り用のこの金属です。めっちゃ重いんですけど、この部分切ってみたいと思います。ここの厚みがですねだいたい20ミリですね。さっきのよりも厚いです。最大25ミリまで切断できるらしいんで問題なくいけるでしょう。じゃあちょっとさっきと同じように切ってみます。やばー。
これ嘘でしょこれ。そう、これもこうレビューで言われてた通りなんだけど、真似しないでは欲しいんだけど、あんま断面が熱くないです。なんかほんのり温かいぐらいの感じです。火花も少ないんで安全ですよね。嘘、全然減らん。今やってたらここちょっと光りましたね。ちょっと押しすぎた感はあったんだけど、ちょっともう一回やってみます。こっち側で。そう、これ普段っていうか前はですね、このガスでアセチレンガスあれでこう切断したりとかしてたんだけど、これだともうこの断面の綺麗さがもう一目瞭然ですよね。こんなに違います。本当にこれ切って切断する時はここグラインダーとかで削ってたんだけど、これはそのまま溶接いけるぐらいめっちゃ綺麗です。次はさっきよりもわざと強めに負荷かけてみます。ここ見ててください。いきます。はい、今みたいな感じでちょっと光りましたね。めちゃめちゃ負荷かけたんだけど、止まらずに切れちゃいました。本当に極端にやらないと止まらないんだろうな。ちょっと、怖いんでやらないんだけど、こういうインジケーターとかこのなんだ注意ランプみたいなのもついてます。全然減らんわ。ちなみにこの切り込みの深さはですね、このレバー、これやってあげるとこう簡単にこう調整してあげることができます。この負荷に関してはこうゆっくり切ればこれ光らずにこう切れちゃうんで、ゆっくり切るように運用しようと思います。はい、こういった具合にですね、今ちょっとだけ点滅したけどやっぱゆっくり切ってあげると安定してますね。まだ全然残ってる。もうちょっと切ってみるか。それにしてもこれすごいパワーですね。こんなご太い、このブラシレスモーターを搭載してると。これなんならミルウォーキーでこういった似たようなコード式のこれチップ層あるらしいんですけど、それよりもこれパワー強いらしいです。いや、すごいテクノロジーですよね。これちょっと見えますかね。ここに1800ワットのコードのマークがこうあるんだけど、あれですかね、1800ワットのコード式ぐらいのパワーがあるっていう、そういったことだと思います。ここにパワーステートブラシレスモーター当たって、これですね、この巨大なこのモーターで、これとそれを制御するレッドリンクプラスってここに書いてあるんだけど、この半導体ですね、これが非常に性能がいいらしくてですね、この電力をこう効率よくこのモーターにこう送るんだったかな。なんかそういった、この中身がなんかすごいしっかりしてるんですよね。で、最初このチップ層カッター欲しいなって思ってて、正直このマキタのチップ層カッターもいいなと思ってて、これ 40VMAX シリーズの 185mm 充電式チップ層カッターモデル名 CS001G っていうのがもうマキタでも出てたんだけど、そっちだとこの切断できる最大の厚さが 12mm なんですよ。でこっちだと 25mm と倍ぐらい違うんですよね。でこの切り込みの深さは、マキタの方が 67mm で、こっちが 66mm ですね。薄いこういう鉄材みたいな経典材みたいなああいうものはマキタの方が 1mm こう深く切れるんだけど、やっぱこの厚さですね。ちょっとこれから重機のアタッチメントを自作しようかなとかって思ってて、そういう時にこういった厚物を負荷かけてもこう確実に切れるっていうところで、これを選んだっていうのがあります。でこれに至った最大の理由がですね、これも自腹で購入したミルウォーキーのこれ 18V 同じこのバッテリーを使えるこれ 18V のチェーンソーなんだけど、こっちがですね、これも愛用しているマキタの 40VMAX の充電式チェーンソ
この2つ、よく現場に持ってって木切ったりとか薪ストーブ用の薪を作るためのこの玉切りする時に、使ってるんだけど、この2つをこの前比べてみたっていう動画を出したんですよ。で、結論から言うと自分ほぼほぼこれしか使ってないんですよね今。これとこれ使った時にですね、やっぱこっちの方が断然トルクが強いというか、負荷かけても止まんないんですよ。で逆に言うとですね、この 40VMAX の方、このマキタの方ですね、これちょっとでも負荷かけると止まっちゃうんですよね。で自分マキタ好きで、こういうのいろいろ揃えてるんだけど、これに関してはもう確実にこっちが軍配が上がるっていうところで、しかもこれ 18V なんですよ、こっち 40VMAX で。なのでですね、こういった高負荷の作業に関してはこのミルウォーキーの方が頭一つ抜きに出てるというか、やっぱトルク強いし、この止まらないっていうのがいいんですよね。これ見てもらっても分かる通りですね、もうこんなものも切断できちゃうんで、なのでちょっとまだこの動画見たことない人はちょっとぜひちょっと見てほしいんですけど、この辺に貼っときます。はい、これ、実験的に撮影してみたんだけど、これが決め手になったっていうところですね。はい、あとはですね、結構マキタってコロコロ新商品出すんですよ。でこっちに関してはこれがもう4年ぐらい前に出たモデルなのかな。あんまりモデルチェンジしないんですよ。で多分これも、もうちょっとすると、もうちょっと負荷に耐えられるバージョンみたいなのがなんか出そうな気がしたんですよね。でさっきのチップソーカッター、このマキタの CS001G ですね、これもなんかもうちょっとパワーが上がったやつがなんかそのうちなんか出るんじゃないかなみたいな、そういう風にちょっと勘ぐっちゃって、また新しく買うぐらいだったらちょっとこの、海外にしか、売ってないんだけど、日本にはこれ売ってないんだけど、これを手に入れたっていうところです。はい、マキタに関しては 18V もあるし 40VMAX もあるっていうところで、どっち買っていいんだろうかっていう、そういう葛藤も生まれるんで、それぐらいだったらこれにしようかなっていうところですね。でこれも凄まじいです。これがですねマグネティックドリルってやつで、これも以前ちょっと動画で紹介したことあるんだけど、これもこの 18V のこのバッテリーで動かせる、こうマグネットの力でガンとこうくっつけて、例えば壁とかですかね、そういうところにもガンってくっつけてこれ穴開けられるやつなんだけど、これもおぞましいパワー、5センチぐらいの鉄板までこれぶち抜けるっていう、そういったドリルなんだけど、これがですね、確か7年前にもう出てるんですよ。そうですね、2015年の5月ぐらいにこれ発売開始されてるっぽいんで、もうじき8年ぐらい経つんですよ、これ出て。なのに、このパワーで未だにこれ形も変わってないっぽいんですよ。だから結構この開発力すごいなと思って、このミルウォーキーに関してはっていうところですね。はい、これちょっとまだバッテリー残ってるんで、せっかくなんでこれ穴開けてから切断みたいなことをやってみますか。じゃあちょっとこれでさっきの鉄板に穴開けてみたいと思います。これ使い方めちゃくちゃ簡単で、こう穴の位置をこう合わせてからですね、この後ろの、レバーがあるんだけど、これをこう回してあげるともうこの磁石でロックされます。でここでライトつけて、であとはこのスイッチをこうやってあげるとこう回転するんで、あとはここをこう下げてあげるっていうだけですね。じゃあちょっとやってみます。はい、どうすかこれ。これがあればですね、重機のアタッチメントをこれ作る時にめちゃくちゃ役に立つんですよ。これ何がすごいって、バッテリー、今回同じバッテリーしか使ってないんだけど、まだ3残ってます。最後にこれ切断して、終わりにしたいと思います。このバッテリー持ちもめちゃめちゃいいですね。この 12A バッテリーっていうこの一番容量の多いやつっていうのもあるんだけど、それにしてもこれはいいですよ。
すげえ、これコンパネ切ってるみたい。バッテリーは、やっともう1個減って4分の2ですね。はい、でもまだまだ、作業できると思うんだけど、これぐらい、余裕でいけちゃいますね。いや、すごいな。本当に全然熱くないです。ちょっとこういったものを使って、このバケットを作ったりだとかしたらまた新しく動画出したいと思うんですけど、こういうことに、めちゃくちゃこういろいろ使えそうですね。はい、ということで今回これ使ってみて良かった点とここがなと思った点それぞれ挙げていきたいと思います。良かった点、まずはですね、このパワー、こんな厚みのあるものでも楽々切断できちゃうっていうこのパワー素晴らしいですね。今回やって一番扱ったやつがこの2センチのこの20ミリの鉄板なんですけど、こんなものもこんな綺麗に切断できます。でこれ体感的にはですね、これの倍ぐらいいけるんじゃないかなと思います。推奨は25ミリなんだけど、それよりも厚いものもこれ切れるんじゃないかっていうぐらい、パワーが素晴らしいですね。であとはこの鉄くずですね、この切りくずといいますか、これをこう、めっちゃ入ってた、こう簡単にこう集められてこう開けてあげられるのもいいですね。でこの取り付けもすごい楽だし、これがいいなと思いました。でここのレバーでこういったここを開閉してあげて、この状況に応じてこう切る時にこれを使ってあげるってこともできますね。でバッテリーの持ちもですね非常にいいです。さっきさっき2だったんだけど今3になってます。このミルウォーキーのバッテリーって低くこう表示されるというか、ちょっと経つとこう今みたいに回復することがあるんですよね。この逆だと困るんですよ。さっき3だったのに今見たら1になってたとか、そういうことはないんでこれもいいですね。ちょっと話それたんですけど、こんなにやっても、まだ、ここでは4分の3とバッテリー持ちもいいっていう、外にこう持ってって現場で作業する時にやっぱこのバッテリー持ちいいっていうのは、非常に心強いですよね。振動も少なかったですね。でここのランプもあるんで、このなんていうんだろう、状況を見ながらこう調節できたりするっていうのもいいですね。あとこのレンチもついてるし、であとはこの切り込みのこの深さですね。ここもこう簡単にこう調節してあげることができます。いやそんなところですかね。いや本当にちょっとこれびっくりしちゃいました。で、ここがなと思った点はですね、ちょっと重いですかね。これだけのパワーがあるんで、しょうがないとは思うんだけど、この本体だけでも6254g で、使うバッテリーにもよるんだけど、今回、この一番重いこの 12A ですね、これをつけるとですね、全部で 7360g、7キロぐらいあると。なので、ちょっと重いかなってのはあります。たださっきもちょっと言ったんですけど、これぐらいのものを切断できちゃうんで、しかもこの煩わしいコードがないと、作業の場所も選ばないというか、この現地でもこれ作業できるんですよね。もう単管切ったりとかする時にはこれ非常に、便利です。この重さであってもその価値は、あると思います。ただ小型のチップ層、他にもあったりするんだけど、それよりはちょっとでかくて、ごつくてちょっと重いっていうところですかね。であとはこの切りくずなんだけど、全部が全部こう集められるかというとそうじゃなくて、これさっきこういろいろ切ってた場所なんだけど、この下にちょっとこの鉄粉、この切った切りくずがこう落ちますね。これはしょうがないのかな。こう集めてあげれば、どうってことはないんですけど、全部が全部さっきのケースに収まるっていうとそうではなくてですね、ちょっとこの切りこぼしがあるかなっていうところです。あとはあれですね、これ日本に売ってないってのもちょっとここかなっていうところはありますね。そんなところですかね。いやこれはちょっととんでもないものを手に入れちゃいましたよ。本当に、なんかこの加工の幅が広がるというか、これからちょっとスキットローダーのバケット作ったりとか、ショベルカーのわさび田にある雑草の根っこみたいなやつあるんだけど、そういったものを除去するこうアタッチメントとかも、こういった鉄板切り出したりとか、こう穴開けて
こう作りたいと思います。これですね、これが個人的には一番嬉しいかな。こんなの今までできなかったんで、これやってあげることでこのバケットのピン、このショベルカーのバケットのピンをこう入れられるんですよ。こううまいこと切ってあげるとバケットも自分で作れちゃうっていう、はい、でそういった時にやっぱこの厚めの鉄板を切るっていうところで、これは非常に役に立つんじゃないかなと思います。このミルウォーキーの電動工具はですね、本当にこういった高負荷作業にもこう耐えうるんで、こういうなんてもうパワーこそ全てみたいな、こういったなんか繊細な作業というよりは、なんだろうな、チェーンソーもそうなんだけど、この日本のマキタの製品も自分好きなんですけど、マキタはどっちかっていうとなんか結構こう繊細な作業にこうめちゃくちゃ向いてるなっていうところがあったりとか、まあ、電気ケトルとかなんか本当に他のブランドにはないような製品もあるんだけど、ことこういうパワー重視の作業に関してはですね、ミルウォーキーで揃えていこうかなってちょっと思ってます。またこういった装備増えたら動画にしたいと思います。はい、ということで今回は M18 フューエル 18V 仕様のチップソーカッターの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。